した春休みを過ごせたっていう自信はありますやっぱりここに日本にいたらまあこんなにたくさんの人と出会えなかったのかなっていうのは自分の中であって、結構一人暮らしっていうのかな、寮で暮らしてからこうやって家族でお話ししたりとか人
度絶対あった。本当に足がなくなりそうなぐらい暑くてびっくりしました。本当に。あ、そうだ、フィリピンで流行ってるっていうか、普通になんていう有名な食べ物があるんですけど、パロットっていうひよこが孵化する前の卵をちょっとなんか茹でてあるみたいな。で殻開けたらひよこちゃんがいるっていう。でもちょっと黒いんですよ。でなんか私の語学学校の先生も美味しいっていう先生と気持ち悪いっていう先生、なんて言うんだろう、日本で言ったら納豆みたいななんか感じかな。そんな感じの食べ物なんですけど、で私それ食べてみたくて、でもなんかちょっとひよこちゃん見たくないと思って、あんな可愛いさ、なんかピヨピヨピヨって可愛いじゃん、めっちゃ。そのひよこちゃんを食べたくないと思って、かわいそうだし黒いし、だけどまあ最後なんて言うんだろう、帰る1週間前ぐらいにやっぱ食べたいと思って、でパロッと食べたんですけど、めっちゃね、やっぱキモかったんだよね。ちょっと黒かったのだけど、もう直接目で見たくなかったからサングラスしてパロッと食べました。でもね、味はちゃんと卵の味、まあ、そりゃ卵だからそうなんだけど、鶏ガラスープとコリコリしたなんかひよこの食感はコリコリしてましたね。でもなんかひよこ食べてるって思わなければ全然美味しかったです、味は。鶏ガラなんかスープも中に入ってて、鶏ガラスープとでなんかチキンなのかな、ひよこちゃんもチキンをちょっと食べれるみたいな感じでしたね。でも美味しかったです、普通に。あ、そう、なんかフィリピンって3月の祝日28、29だっけ、28、29、28、29日ってなんかフィリピンの祝日なんですけど、なんかキリスト教のなんだろう、キリスト教のなんか祝日があるんですよね。まあ日本にとったらお正月的な感じかな、お祭りみたいな感じで、どこもやってないので、学校も休みだからさ、よし学校休みだしいっぱい遊んでやるって思ったら何もやってないっていう。だからその日はね、まあ、ホテルに泊まってたんですけど、どこも行くとこもなく教会に行きましたよ。でも教会もね、そんな人いなかったですね。やっぱみんな家族で過ごし、なんか家族で過ごす日みたいな感じなんですよね、フィリピンのなんか
しゃいませって感じだと思うんだけど、でもいなかったらこうやって普通にスマホいじってぼーっとしてる人とか普通だし、なんかやっぱ日本ってすごいんだなってそこは感じましたね。いや改めてなんか日本の良さっていうのも分かったし、日本に生まれてきてよかったなって私は思いました。でなんか正直留学行く前なんか大学が全然楽しくなくて、何のために大学行ってるんだろうっていうちょっと時期があったんですよ。まあそりゃ1年生だし自分のまだ学びたい科目を学べないっていう面、そういうのもあったと思うんですけど、でもやっぱりフィリピンに行ってやっぱ大学でちゃんと学ぼうって思いましたね。いやそれはなんか個人の子供たちにと一緒になんか遊ぶみたいなプログラムがあったんですけど、個人の子供たちとかを見て、いや自分は恵まれてるんだなってすっごい感じて、親もいないし、まあ、勉強もね多分思うようにはできてないかなって思ったんですけど、まあそういう人もいるっていうのをなんかそういう人もいるのに、自分はなんか大学なんでつまんないとか言って生意気なこと言ってるなってすごい感じたんですね。いや自分わがままだなって、こんなにいい国で、まあ、いい国って言っていいのかわかんないんですけど、まあフィリピンを全部否定するわけじゃなくて、フィリピンは日本と違う。フィリピンのいいところは、まあ日本人、やっぱ私日本帰ってきて電車に乗った時にもうなんかみんなスマホいじってなんかもう顔が死んでるじゃないですか。でもフィリピンの人はみんな明るい顔まあそりゃみんなじゃないですよ。でも日本人よりは明るい顔してるし、なんかみんなフレンドリーだし、すごいそこは大好きです。フィリピンのみんなフレンドリー、なんか優しいし、すっごくだからそこは好きなんですけど、でもなんかそういうなんていうんだろう、個人の体験とかして、まあ、そういう人もいるのに自分はわがままだなっていうのをなんかやっぱ感じさせられたので、なのでなんか今まで本当に留学行ってよかったなって思いましたね。結構、性格も変わるんじゃないかなって留学で、ポジティブになれるんじゃないかなって思いますね。いや私結構まあ陰キャな方なんですよ、正直言って。まあ、こうやって YouTube やってるからどこが陰キャだって思う人もいると思うんですけど、結構なんか人と関わるの疲れるし、なんかたくさんの人と関わるのなんで大人数と行動したりとかするの本当に苦手意識があって、でもなんかフィリピンでまあそりゃたくさんの友達もできたので、まあ少人数で行動することってあんまりなかったんですね。まあ、常に人がいるっていう状態で一人になる時はほぼない状態だったんですよ、1ヶ月間。なのでなんかやっぱ人と関わるのって大事なんだなっていうのも学んだし、で人と関わることでなんか例えば自分が困った時に相談に乗ってくれたりとか、大丈夫だよって声
正直留学行く前はつまんないなとか、なんかもう正直もうなんて言うんだろう、日本にもいたくない。なんか正直留学行こうと思ったのは日本にいるのがすっごいつまんないっていうか、全然充実できてなくて、でも帰ってきてたくさんの友達に会って、こういうことがあったんだよってお話ししたりとか、大学のお友達とかもたくさんお話したりとか、なんか人と関わることって本当に大事なんだなって思ったし、自分が充実した日を送れるか送れないのかもその自分の行動次第でガラッて変わるし、何か自分でアクションを起こさないと変わらないし、なんかそういうのも学びましたね。本当にセブに行ってたくさんのいい人に出会えて、でも時には疲れることもあったし、環境にもなかなか慣れなくて大変なこともあったけど、またねなんだろう、留学で会った人たちとどこかで会えたらいいなっていうのは私の中でありますね。で、なんか語学学校でなんで留学来たのって話になるじゃないですか。で、やっぱ自分の中で書道を世界に広めたいっていうのは正直ずっと変わってなくて、自分の夢でもあるんですけど、でそれを伝えるためにちょっと言語を学びたくて留学来たんだよって言ったんですよ。そしたらそれで YouTube やってることも全部自分で話して、そしたらみんないじってくるんですよ。 YouTuber ってめっちゃいじってきて、ベトナム人の人とか男性の方なんですけど、なんかちょっと学校で会うと YouTuber とか言ってきて、なんかいじってくるんですよ。でもそれもなんだろう、YouTube やってなかったらそういう人ともつながれなかったと思うし、YouTube やっててよかったなってセブじゃない、マクタンで感じました。そうだね。だからこれからも YouTube 配信していきたいし、これからもなんかやっぱ経験して気づくことがあって、でそれを動画に残すっていうのも結構大事だなって思って、なんか書き留めることもすごく大事だし、人ってすぐ忘れちゃうから、なんかセブでこういうことを学んできたよっていうこの一つの動画として、この動画が残せたら自分用でもあるかな、残せたらいいなって思ってます。この動画を見てくださってありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell button below and like. Bye. 駆逐してやる。オッケー。バイバイ。